じゃあデカールを貼ってくんですけど、デカールですよ。 F4 で失敗したデカールですよ。あれはちょっとジジイが暴走したところなんでいろいろこうネットで調べてみるといろんな貼り方があるみたいで、基本は水を使うみたいなんですけれどもね。水は使いますよ。どうしよう、顔からいこうかな。顔いきますか。いきなり真ん中か。いや、端からいくか。もうおとなしく。デカールこんな少ないんでね。飛行機と大違いですね。原翼機と F4 ファントムと全部で12枚しかついてない。13枚か。13種類か。13種類。20分の1か。20分の1程度しかない。少ないんでね、角からやっててやればいいと思うんですけど、なるほどなっていう貼り方をしてる人がいて、できるのかどうか。デカールの台紙を、これ怖いな。でもこう紙だから何層にもね、こう紙の繊維がこう当たってるんですけど、こうやればいいのか。上半分だけこう取れるのかね。できねえような気がするぞ。できた。こういうことですよ。なるほどなって思って、これならもうすぐに水が上に行きますよね。ただデカールを傷つけてしまうリスクはあるんで、ほらもう水がこう蓋の上に置いてあるとすぐ動くようになると思いますで、次のデカールをこうもう今の1番とか場所、デカール貼る場所を確認しろよって感じだけど、1番は一本の違う方だった。1番は使わないです。でもこれでも基本的にはこう早く水が上がっていくそうで、上がっていくってことですね。2番11番使わないのかな。ちょっと使わないの。2番3番1番2番3番は使わないと。じゃあ1番2番3番使わないと。11番は使うんだね。水にね、多分入れてる時間が長ければそれだけ早く動くようにはなるみたいですけれども、海苔が水に溶け出してっちゃうんで、あんまり長くは入れておけないですよね。で、場所を確認して11番だね。で、デカールの裏表に軟化剤を入れたいので、どうもこの海苔がね、はみ出しちゃうと、周りに散っちゃうと周り白く汚しちゃうんで、これ今海苔と
マークセッターとマークソフターを今ここで合わせました。そう、糊が周りについちゃうと周りがどんどんこう白くなってっちゃうので、このデカール動かない。まだ動かない。そうだから少ない方がやっぱりいい多い方がいいっていう人もいるし、少ない方がいいっていう人もいるし、おっちゃんよく分かんなくなってきました。ネットの情報なんて千差万別ですから、その中から自分に向いたのをねチョイスしていけばいいんだけども、今でこの乗っけるときに空気を入れないようにってことなんですよね。ちょっと少なかったかな、糊が。高さと左右前後合わせてここのフェンダーの上なんかいい感じにこううにゃうにゃってなって、これ塗料落としたやつですね。定着してんのかな、これは。これはこれで面白いかもしれない。それはいいです。で中の空気を押し出してやる、綿棒でね。裏にソフト入れたんで置いた時よりもデコボコって出てますよね。で一回これで熱々綿棒でこの周りの部分だけデカールの縁でデカールの縁をこう熱々綿棒で押さえることによって、これで多分動かなくなってると思うんですよ。どうなのかな。動かないですね。あまりグニュってやると今ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、デカールが。でこの動かない状態でここにマークソフターを乗せると、これはねマークソフター表面に乗っかればいいんで、筆でこう伸ばしてやって、でこれで放置。これはもう今シワシワになってきてる、表面が。これで表裏と表にソフタ柔軟剤が多めにね、マークセッターの柔軟剤だけですとちょっと裏面に対して弱いらしいんで、前の F4 ファントムでセッターとソフターを裏側に置いてっていうのをやり始めて、でじゃあ少なくしたらどうなるのってことで、今ねこのセッターとソフター裏側に入るの少なめで、量はねどっちみちだってこう書き出すわけですからもったいないもんね、捨てちゃうわけだからね。これ周り
やはり海苔がどうしても、今海苔自体は少ないからそんなに気になるほど、これで広げとくかもし万が一海苔が出たとしてもこう広げとくことでウェザリングの一環になるかもしれないじゃないですか。そんなに今シワシワになってねえな。なんかね、こんなもんか。実は前のファントムでも一部のコーションデータ1枚2枚ぐらいかな、ちょっと綿棒で押さえたら曲がっちゃったのが2枚ぐらいあったんですけど、それは別にちっちゃいデカールだったら直してないです。でこっちはこれで動かないですから、そんな感じの貼り方をやってみましょうかね。進めましょうかね、この形で。次、ほうとうのレッドスターデカールの乾いてからの段差消しもっていうのがあったんで、それちょっと今回試してみたいと思います。どうなんだろうこれ。馴染んでいくのかな。馴染まなきゃ馴染まないでね、別に後で何とでもなるんですけど今これ見るとこうデカールのね周り先に固めたじゃないですか。でちょっとこの今までと違う感じでこう表面の波打ち具合がこう縁がこうなってこう内側でうにゅうにゅって形容しにくいな。さすがにもう上げないとダメだろう。でここに置いてる間に次のデカールを切り出しておくと。メイクか目。いやでもこの剥がし方いいかもしれない。台紙がいくないわ。いくないわ全然。ダメだね。切れちゃった。やっぱリスク高いね。リスク高いね。くっつきますけどね。でどの程度、ほらまだ動かないもん変わんないよ。あとこのデカールの番号あるじゃないですか。番号水の中に落としちゃって、デカール沈めない限りは乗っかってこないんで、あとはこの番号捨て用の水桶をもう一枚ね用意しておくとか。どうなんだろうな。ドライヤー使った方がいいのかなドライヤー使ったら良くなりましたね。下のモールドのシワシワ感がうまく出てます。これをさらに熱々綿棒で押さえるとどうなるか。熱々綿棒もね気をつけないと、これ温度高すぎるとデカール表面が溶けちゃうので焦げちゃうっていうかね、焼けちゃうっていうか発火しちゃうんですよ。いいんじゃないの。じゃあ今のこれ今まだソフターが乾いてないんですけど、これをドライヤーで温める。
あんまり良くないね。やっぱり時間置いといた方がいいですね。ソフター塗ってそうだな、ソフター塗ってデカールにもよるけれども、今こっちが5分ぐらい置いといたんで、ソフター塗って5分だから、表面のソフターが乾くぐらいがちょうどいいのかな。ちぎれちゃった。おめめダメだな、この破り方。全然意味ねえわ。変わんないです、動くまでの時間。ちょっとね、このデカール剥がれるまで時間が若干かかるんで、ちょっと長めに水に入れといたらいいかもしれない。30秒ぐらいかな。20秒ぐらいかな。あとはこれお湯を使うとかね。ただこの保温しておくそのペットヒーターがなんかあればいいんですけど、こんなんお湯入れたらね、すぐに冷めちゃうじゃないですか。洗面器持ってきたって冷めますよ。あとはもう近くでお湯沸かしとくとかね。ペットヒーターいいかもしれないね。これがお湯であれば海苔も早く柔らかくなります。これは壁紙、僕ほら DIY で壁紙貼り直しやってるじゃないですか。壁紙の海苔、あれもね、お湯でやらないとなかなか柔らかくならないんですよ。綿棒を温めて転がしてやると、多分ドライヤーだけでもいいような気もするな、これは。このデカールでもさらに圧着した感じはありますよね。多分乾けばこれぐらいになると思います。ただエアを抜くとは言ってもこの裏側モールドのとこね浮いちゃってるんで、これちょっと海苔を入れてやって、いまいちだな。全体にもうソフタ塗っちゃうか。お人形さんを塗っていきますね。このハリソン・フォード似のお人形さんですね。前に黒サフ、それからオキサイドレッドで上からホワイトをこうまぶしてあるんですけど、このホワイトと黒と色がこの中で黒、茶色、白って分かれてるんです。それを目安にね、いわゆる、光の当たってるところ当たってないところ、陰影だと影だけだよね。でこれを塗っていくんですけど、まず肌色のとこやってみようか。顔と手ですね。で使うのが
濃い方からウッドブラウン、サンディブラウン、薄茶色、横にハリソン・フォードの写真を置いて、水性ホビーカラーのウッドブラウンから影になってるところを主体にまず入れます。映ってないか、この位置かな。ちょっとカメラ外れてたまた外れてた。すいません。今塗ったのが、クリアレッドとクリアブルーでところどころ、血管だと思ってもいいかな。ところどころクリアブルーとクリアレッドで、差し色を入れて、で今一番影になる部分をウッドブラウンをね塗ってるんですけど、で人間の肌の色というのは肌色だけじゃないんですよ。差し色って感じでところどころ血管の色ですね。静脈と動脈、青と赤、あれです人体標本にもありますよね。血管が青と赤、特に青ですね。赤はこの茶色の中に含まれるんで、ただ人間の血管も奥にあったり手前にあったりなんで、ここまでやる必要はないかもしれないですけどね。もっと入れてもいいのかな。で次にこれは使わなくていいかな。サンディブラウン、ちょっと使ってみましょうか。一色ではないんでね、一色だとおかしくなっちゃうから、できるだけ複雑な方がいいと思うんですよ。でも白人系の色じゃねえなこれ日本人だな。これはいいか。サンディブラウンはやめとこう。サンディブラウンを一番影に入れるって言ったっけ俺。この色はちょっと違うな。サンディブラウンは外します。で次が薄茶色、肌色でもいいと思う。今日ちょっと雨なんであれですね、足りないカラーを買いに行きたいんですけど、近くのお店にない色なんで、また往復1時間以上かけて行かなきゃいけないんですけどね。これをべったりは塗れないんで、一旦これで残りの部分をねしていくんですけど、後でまた影色もちょっとグレーズっていうのを薄く希釈したのを薄く塗っていく塗り方なんですけど、塗り重ねでね色を出していく。ちょっと白すぎるか。そうすると
これが一番明るい色だとするとちょっと調色した方がいいね。ちょっとこの奥ブレンディングしちゃいます。ブレンディングっていうのは乾かないうちに塗料を混ぜるんですよ。隣り合ってる塗料。でこれで一番明るいのをこの薄茶色にしちゃって、ほっぺたの上とかね、鼻の頭もう一回ピントがどうなんだろう。カメラのモニターをね直視できないんで、机の上にいた鏡に映してるんですけど、これ僕わかんないんですけどここのヘルメットじゃない帽子、これ帽子の真ん中ってパネルラインあるんですかね。これ消した方が良かったかな。消した方がいいですね、多分ね。パネルラインかな、どうかな。でもう一回血管も消えちゃったね、完全に。血管見えなくてもいいですけどね。唇だけ、クリアレットを使うとはいえ薄く水で薄くしてつくかつかないかぐらいで唇に乗っけてやると、このくらいでいいでしょ。目はどうしようかな。この人目がって顔しかめてるからね。目はいらないかな。目つぶっちゃってるかな。目はね入れても入れなくてもって感じはしますね。だってこんな目つぶってるかつぶってねえか分かんねえようなとこになんとなく入りました。一応さっき入れた影の茶色ですか、それが縁に細く残る程度に。どうしよう、瞳孔はクリアで入れちゃうかな。クリアで入るかな。こんな感じです。お顔はね、なんとなく目っぽく見えてるんでいいんじゃないですかね。じゃあちょっと買い物に行ってきます。買い物ってかないとね、弾薬箱の中の弾が塗れないですよ。はい、とりあえず一通り塗れるものは塗りましたね。これをベースに汚しをかけていくって感じで、チッピングとかはまだ入れてないんでね、塗装剥がしじゃない方の塗る方のチッピングねまだやってないんで、そこはちょこちょことやってた方がいいでしょうね。でそれと墨入れとかフィルタリングとか、今後の予定なんですけどね。リタイもまだ塗ってなかったね。デカールがねつくとやっぱり締まって見えますね。だんだんと完成に近づいてきたなという感じです。
このデカールなんかもね、シルバリング全然起きてないんで、貼り方で合ってるのかなって感じがします。ただ非常に薄いデカールですからね、段差もほとんどわかんないね。こんな感じになりました。それではまた。